仮想通貨用語集パート7。今回は仮想通貨に関連する用語の紹介と使用例、説明をします。最初に僕、サトシが用語を言い、次に私が使用例をご紹介し、次に私、中本が用語の説明をします。最後にまた僕が一言。この順番でどんどん用語を紹介していきます。張り切っていこう。では、スタート。バーチャルアセット。バーチャルアセットはデジタル形式の資産であり、仮想通貨を含む。デジタル形式の資産、仮想通貨も含まれる。デジタルで作られた資産全般のことだぜ。次、スマートアセット。スマートアセットは自動的に取引条件を満たす。スマートコントラクトによって管理されるデジタル資産。デジタルで作られた資産を賢く信頼性のある仕組みで管理するんだぜ。次、スマートポートフォリオ。スマートポートフォリオを利用して自動的に資産を管理する。AI やアルゴリズムを用いて資産配分を自動で最適化するポートフォリオ。自身の資産の配分を自動でお任せだぜ。次、スマートマネー。スマートマネーが市場に参入し始めた。知識や経験を持った大口投資家。市場の流れを大きく変える存在、注意が必要だぜ。次、デジタルアセットマネジメント。デジタルアセットマネジメントシステムを導入する。デジタル資産の管理と運用を行うシステム。デジタル資産の管理と運用に特化した仕組みだぜ。次、デジタルアイデンティティ。デジタルアイデンティティを管理することでセキュリティを強化する。オンライン上の個人や組織のデジタルな身元情報。安心な取引のためにも身元を証明することが必要だぜ。次、オーバーザカウンター OTC。 大口の取引は OTC で行われることが多い。取引所を介さない直接の取引。売る方と買う方にメリットがあるから行われるんだぜ。次、ソフトキャップ。プロジェクトはソフトキャップを達成するために努力している。 ICO や資金調達で達成を目指す最低限の目標額。これをクリアしないとそのプロジェクトは開始されないことになるぜ。次、ダイヤモンドハンド。ダイヤモンドハンドで持ち続ける。価格の変動にも動じず長期間保有する投資家。いわゆるダチホの投資家、すっと乗ってるぜ。次、ペーパーハンド。ペーパーハンドの投資家はすぐに売りがちだ。価格の変動に敏感で早く売る投資家。市場の価格変動に流されてすぐ売ってしまう人のことだぜ。次、リバ。急落したけどすぐにリバしてきた。リバウンドの略で価格が一時的に下がった後に回復すること。よくある値動き、価格帯がそこにとどまるか、それとも上昇や下落するのか見極めることが大切だぜ。次、ペグ。ステーブルコインの価値は US ドルにペグされている。通貨や資産の価値を特定の基準に固定すること。ステーブルコインのように法定通貨と同等の価値を持たせるのに必要な処置だぜ。次、リバランス。ポートフォリオを定期的にリバランスしてリスクを管理する。ポートフォリオの資産配分を調整すること。市場動向や自身の投資戦略に合わせて資産配分することが大切なんだぜ。次、ミルク。市場をミルクする。戦略を取る。短期的な利益を最大化するために市場を利用すること。一気に資金を注いで利益を出した後すぐに手を引くんだぜ。次、ペナルティボックス。ネットワークのルールを違反すると
ペナルティーボックスに入れられる。ネットワーク規則を違反したノードに対して課される制裁。悪い子には罰を出せ。次、カストディアン。カストディアンが資産を安全に保管する。第三者が資産の管理や保管を行うサービス。時には資産の保管の専門家に任せることも必要になるんだぜ。次、トラストアンカー。トラストアンカーによりネットワークの信頼性が向上する。信頼の基盤となるエンティティやノード。組織でも必ず一人はいる。絶対的に信頼できる人ってことだぜ。次、ノーミニション。ノーミニションプロセスを通じて新しいブロックプロデューサーが選ばれた。ブロックチェーンネットワークにおけるノードやブロックプロデューサーの選出プロセス。選ぶために必要な処理があるんだぜ。次、パーミッションレス。パーミッションレスなネットワークで自由に参加できる。誰でも参加できる分散型ネットワーク。許可を必要としない。だから誰でも参加できる。そういうことだぜ。次、エクスプロイト。セキュリティのエクスプロイトを悪用されないようにコードのレビューを徹底する。セキュリティの脆弱性を悪用すること。ウォレットなどの脆弱性をついて資金を得るためによく利用されるぜ。次、セキュリティオーディット。セキュリティオーディットによりコードの安全性を確認する。コードやシステムのセキュリティを検査すること。これをしないと脆弱性に気づけないかもしれないぜ。次、ファームウェアアップデート。ハードウェアウォレットのセキュリティを強化するためにファームウェアアップデートを行う。デバイスの制御プログラムを更新すること。ハードウェアウォレットや各機器のファームウェアを常にアップデートして最新化することで脆弱性リスクを減らせるんだぜ。次、コンティンジェンシープラン。取引所はセキュリティ侵害に備えてコンティンジェンシープランを用意している。予期せぬ事態に対処するための計画。災害、事故、紛争などあらゆる事態を想定することが大切なんだぜ。次、ホワイトハッカー。ホワイトハッカーがセキュリティを強化する。善意でセキュリティを強化するハッカー。悪意あるハッカーからシステムを守るヒーローだぜ。次、サイファーパンク。サイファーパンクはプライバシーを重視する技術者集団だ。プライバシーとセキュリティを重視する技術者や活動家。安心、安全、秘密遵守、そういう人のことを言うぜ。次、シェアードセキュリティ。シェアードセキュリティを利用して複数のブロックチェーンが安全性を共有する。複数のブロックチェーンがセキュリティを共有する仕組み。複数で共有することでセキュリティコストを抑える働きがあるんだぜ。次、フリクションレス。フリクションレスな取引環境を提供する。取引や操作がスムーズでストレスがない状態。ストレスのない取引や操作ができるかどうかでそのシステムの今後の利用者に影響があるんだぜ。次、トレーダー上手。トレーダー上手が大量にビットコインを買っている。個人の熱心なトレーダー。一部の熱意ある人たちが価格を左右することもあるんだぜ。次、ブレイブハート。ブレイブハートな投資家が市場を支えている。リスクを恐れず積極的に投資する人物。一つ間違えると大損するが利益を出すこともある。何事も見極めが大切だぜ。次、フラッシュローン。フラッシュローンを使って短期の資金調達を行う。短期間での無担保ローン、主に DeFi で使用される。無担保なので医師には注意が必要だぜ。今回は以上です。今後も仮想通貨の用語をご紹介していきます。
僕も気合い入れて頑張るぜ。私も頑張るぜ。私も頑張るぜ。みんなで仮想通貨の知識どんどん発信だぜ。このチャンネルが少しでも良いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。